じゃあ、星子選手、すみません、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、今日は技を一つご披露いただけるということなんですけれども、今日はどの技を教えていただけますでしょうか。はい。前回って言ったらあれですけど、一回、攻め込んで、相手が手元を上げたところ、小手っていうふうに、技をちょっと紹介させていただいたんですけど、今回も手元を上げたところの小手ではあるんですけど、相手に一歩入らせて、そこを攻め返して、小手をちょっと今回は紹介させていただきたいなというふうに思います。いろんなパターンがあるよっていう形の紹介になってしまうとは思うんですけど、はい。そんな感じです。はい。じゃあ、今技を披露していただいたんですけれども、星子選手が今の技を打つときに気をつけていらっしゃるポイントがあれば、一つか二つか教えていただきたいんです。はい。まず、相手に入らせるっていうことなんで、一歩間違えば、入って面来られて、打たれてしまうっていうのがあるので、まずそうさせないための攻め返しっていうのがすごく重要になってくると思うので、自分が意識しているのは、相手が攻めるに至るこの右足をついて左足をつくまでの間、この相手が何も打てないときに攻め返すことで、相手が居つくのではないかというふうに、想定して、そこをイメージ的には攻め返して、相手が居ついたところ、びっくりしたところに小手を打つという、イメージでやってます。どうしても私ぐらいの身長で、大きい選手に入ってって相手に下がられてしまうと、どうしても小手っていうのはすごく難しくなってくると思うので、小さい選手も相手が入ってきてくれれば、すぐ、そこの、小手打てる間合い、技が出せる間合いまで、すぐ到達するので、そこも活かしていきたいなという、イメージで、打つようにしています。はい、ここは本当に小手っていうよりも、入りだったり、足の使い方の方が重要になるかなと思ってて、ここから相手が入ってくる瞬間に、そのまま攻め返して打つっていう方法もあることはあるんですけど、私の中では、相手が入ってくる瞬間に一回左足を下げて、この瞬間に面に来ないでよっていう思いを込めてちょっと竹刀を上から押さえるようなイメージで押さえます。で、ここから出鼻面に行くよ、出鼻を合わせるよっていうイメージで左足を継ぎながら手を前に出すことで手元が上がってくるのかなっていうふうに思っています。で、それを一連の動きでするとっていうふうになるので、相手からしたらハッとして時にはもう打たれて、もうなんていうんですか、自分が前に来ちゃってる分下がれもしないっていう、完全に自分の体がロックされたような状態になるので、自分からしたら打った後も打たれるリスクが少ないので、そのまま入りだけ間違えなければ、結構安全な技になってくるとは思ってます。はい。どういった相手に対してこの技入るんじゃないかなっていうふうに思われたんですか。そうです。攻めが雑っていうか大きい選手には当たるんじゃないかなっていうふうには思いますね。ここから大げさに言ったらいやーってくるような選手だったり、ドンってくるような選手には有効なのかなって思います。なんでこの人に効くなっていうイメージじゃなくて、場面
によって有効になってくるかなと思います。まあ、私が今先に1本取ったとして、相手は取り返さなきゃいけない場面だったりすると、やっぱりそこまで繊細にいける、そこまで冷静に戦える人ってやっぱり少ないので、そこを雑になったところに勝負かけていくかなっていうふうに私は思います。自分のイメージの中では、そういう、場面だったり、自分が技出していって、相手がもうそろそろ来るだろうなって時に、ちょっと引くと突っかけてくるかなっていう予想で打ったりはします。はい。攻め返した時に、今の相手だと手元が上がったと思うんですけど、例えば上がらなかった場合っていうのは、小手じゃなくて上に変わったりする。そうですね。手元をそこまで上げない人って珍しい方だと思うんですけど、そこから小手打って、小手から面に渡る相手が入ってきて、そこで手元上げなかった場合は小手から面に渡るか、もしくはこう避けてはいるけど小手と思って下がる場合だったら、攻め返しそのまま担ぎ面の技にこう移っていくかなと思います。それは打つ前から決めてるわけじゃなくて、相手の守り方とかを見て変えてる。1回目はそこを狙っては打つんですけど、2回目3回目になるとやっぱりそこを反応を見て打つっていうよりは少し向けて打っていくかなって思います。固まるように、手元を上げさせないように小手打つ。で、その後面に当たっていくっていう仕掛けに変わっていくのかなと思います。はい。攻め返すときって竹刀の触り方はあんまり触らずにもう面に打っていくようにするんですよね。そうですね。ちなみに松崎選手にお聞きしたいんですけど、はい、今の攻められ方でいくと、やっぱりどうしても手元っていうのは上がってしまうような感覚ってありますか？そうですね。やっぱり自分の中では、星子は最初下がってるので、攻めが効いてるなと思って、その分やっぱりこうある程度自信を持って前に重心をかけたところに相手が前に来るので、そこのギャップでこうやっぱりどうしても止まってしまうというか、動けなくなったところにさらに竹刀を抑えられて、面が危ないっていう心の余裕が本当になくなっている状態なので、やっぱりこう機械としてもこう心も打たれるっていうか、そういう一本だなと思います。はい、じゃあ、ああいう攻め方をされて手元を上げてしまったら、そこから返し技を打つとかっていうのはちょっと難しいっていうか。そうですね。あそこまで崩されてしまうと、なかなか厳しいのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。